めんつゆいらず、ナスと豚こま肉の煮浸しのレシピ。お疲れ様です。料理研究家ヒロさんキッチンです。ナスって言えば油と相性が良くて美味しいですよね。でも油を使うとやっぱちょっとカロリー気になりますよね。そこで今日はほぼ油を使わないレシピ紹介します。ただ油が減ると物足りなさが出ちゃうんですけど、いつものテクニックを使ってナスは美味しく、豚こま肉は柔らかく仕上げていきたいと思います。それでは早速作ります。はい、今日はナスをねたっぷり4本使います。じゃあまずここのヘタ落として、これねガクの部分をね取ります。ナスを半分に切ります。ですね、皮がやっぱ硬いのでこんな感じで斜めに軽く切り込みを入れます。切ったら一口の大きさに切っておきます。はい、ナスが切り終わりました。次はナスの重さを測ります。ナスの重さを測って今日使う塩の量を決めます。今日はナス 300g ですね。このナスの重さの 0.5% の塩をなじませます。重さ割る200と覚えておいてもらえば OK です。なので今日は 1.5g ですね。でこのナスにこの塩をなじませておきます。この塩ってすごいメリットがあって、まず1つ目、ナスに下味がついて旨味が出やすくなります。で2つ目、このしっかり塩がなじむまでこんな感じでなじましてもらうとナスが油を吸いにくくなります。で3つ目、この塩をなじませて置いておくとアクが出てナスやっぱ美味しくなりますね。はい、こんな感じで塩の粒がなくなるまでなじませたら10分ほど置いておきます。では次、豚こま肉が硬くならない下味つけます。はい、豚こま肉にも同じように塩、砂糖で下味をつけます。この塩と砂糖で豚こま肉硬くならないんです。でこれもしっかりなじませて、はい、このまま10分置いたらもう焼いても煮ても硬くなりません。ではちょっと10分待ちます。はい、10分経ったのでナス見てみます。これ本当はナスこれ茶色いアクが含んだ水がね結構出てくるんですけどね、今日買ってきたナスがすごく良かったみたいでちょっとしかねアク出てきませんでした。この茶色い水、これはねもう渋くて食べられたもんじゃないのでこれは捨てておきます。それでは次は豚肉焼いていきましょう。フライパン温めます。フライパン温まったら油引きます。もうこんぐらいでね十分です。たら豚こま肉入れて、こんな感じで軽く焼き色がついたら一回ひっくり返します。そしたら先ほどのナスを入れていきます。でさっき茶色い水出ててあれ絞った方がいいんですかと思うんですけど、特にあれは絞らなくていいですね。自然に落ちてくる分だけ捨ててもらえば OK です。軽く混ぜてナスがとろっとしてくるまで蓋をして弱火ですね。弱火でだいたい5分ほど蒸し焼きにしていきます。この蒸し焼きでナスから旨味が出てきます。はい、時間が経ったので見てみましょう。ジャンとうまそうですね。さあここへ調味料を加えます。砂糖、醤油、酢で少しさっぱり、
これはもっと酸っぱくしたかったら多く入れてもいいです。で、あとは水ですね。あと火を強めて、で、砂糖が溶けたら、これでナスの煮浸し完成です。あとは大根おろし添えても美味しいですし、鰹節かけても美味しいし、生姜をこう千切りとかですね、乗せても、この煮汁の中に入れても美味しいですね。それでは早速食べてみます。ナスいただきます。うわー、うまい。ナス、うまいなぁ。感想がないぐらいね、美味しいですね。肉食べてみますね。柔らか。ナスともう豚肉から出汁が出るので、特にめんつゆとか鰹出汁とかも必要なく美味しく作れます。さて、いかがだったでしょうか。簡単な2つのテクニックで、もうナスと豚肉しか使ってないのに、本当にもうめちゃくちゃ美味しい煮浸しができました。この2つのテクニックはですね、こちらでご紹介してるので、またご覧いただけたら嬉しいです。また、感想とか、コメントありましたら、お気軽に書いてみてください。それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。